ねえねえ、パン作ったことある？あるの？パン作ったことあるの？どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ラフテルとワンピースです。この2つの正体をまだ使われていない伏線と、ワンピースに見られる同音異義語を用いて読み解きます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まず、小田先生は幼い頃から落語を聞いていたと言います。落語といえば、同音異義語でしょう。同音異義語とは、同じ読み方なのに意味が違う言葉。簡単に言えば、ダジャレです。ワンピースにはこの同音異義語がたくさん登場します。例えば、我は雷と我は雷のゴッドエネル。蒸気機関車と蒸気機関のギアセカンドルフィ。結婚したいアブサロムは結婚したいの墓場の王。オカマでかけるヤマトはオカマ出かける。約束の日をずっと待っていた殿安や光月より光月おでんは待っていました。待っていたと待っていた。さらには三日月の髪型をした神の騎士団ガーリング星とはナイトとナイト。そしてサターンとサタンなど、こうした同音異義語は作品のプロットにも使われています。受け継がれる石とは受け継がれる石。その石はポーネグリフであり、145は受け継がれる石では、石であるヒルルクがチョッパーに夢を受け継いでいました。受け継がれる石、受け継がれる石、受け継がれる石。読み方は全部石。このあたりはわかりやすい同音異義語、ダジャレです。そして今回考えたい同音異義語は、ラフテルと一つなぎの代表です。まず、ラフテルとは英語でラフテル、笑い話という意味の島でした。このラフテルにも同音異義語がありそうです。ラフテルのラフの同音異義語はラフ。ラフとは荒い、乱暴、ひどいという意味です。つまり、ラフテル笑い話、ラフテルひどい話、LR の表裏一体。それはロジャーの息子、エースでも印象付けられています。人造悪魔の実スマイルの原料は SAD 悲しみ。一つなぎの代表とはおそらく一つなぎの大秘宝。ラフテルやワンピースには笑いと悲しみ二つの意味がありそう。そんな大秘宝ひどい話とは、やはり滅ぼされた王国の話でしょうか。ラフテルとは滅ぼされた王国の跡地、島のかけらワンピースだとも3年前に考えました。それでは次に一つなぎの大秘宝ワンピースを考えましょう。まずワンピースとはロジャーが残したものの総称ですから一つではありません。複数あるのでしょう。個人的に現在考えているワンピースの数は7つあります。まず確定しているワンピースの正体の1つ目は、ロジャーが集めてラフテルに置いてきたリオポーネグリフです。これが1つ目のワンピース。ロジャーは最果てへとその分を導いたと言います。その石に空白の100年、失われた歴史のかけらが書いてある。そしてこちらの動画では、そのリオポーネグリフそのものが巨大な宝石、価値のあるエメラルドだとも考えました。そのポーネグリフを光月おでんが読み上げて、ロジャーたちは涙を流して大爆笑していました。その大爆笑の理由とは、これも3年前、ジョイボーイの借金だと考えました。ジョイボーイには借金、つまり宝払いのツケが残っていて、そのツケが払えず、誰かに怒られてしまうという文を残した。その話をロジャーたちは笑い話だと名付けたのか、果てなし、当てなし、笑い話。その借金、ツケは同時に約束を果たせなかったツケ、ジョイボーイが夢を果たせなかったツケ、夢が破れたツケが残っているのか、夢破れたジョイボーイの宝払いと滅ぼされた王国の歴史、その無念こそが一つなぎの大秘宝。それが笑い話であり、ひどい話か。次に二つ目のワンピースとはオールブルーでしょう。一つなぎの大秘宝。分断された4つの海が一つの海になって穏やかななぎが生まれる。オールブルーもまたワンピースか。次に考えたのが一つなぎの大秘宝。悪魔の実の木です。それは幼樹イブか。イム様や五老星は悪魔の木が実る木を独占している。このヒントはウソップがレイリーにワンピースについて聞こうとして止められた507話。この507話の最後にキザルはマングローブの木を燃やしています。このマングローブの木は27万グローブ。その木にキザルの攻撃がヒットしている。一つなぎ。一つなぎ。幼樹イブはシャボンディ諸島にあるマングローブの親玉みたいなものだと言います。さらにまだあります。4つ目のワンピースは D でしょうか。3年前 D とは失われた一つのかけらワンピースだと考えました。
こちらです。ここまで僕はワンピースというタイトルの意味は一つなぎという意味の他に一かけらという意味もあると考え、ワンピースというタイトルに D という一かけらを足すとドンピース、つまり完成された世界という意味になることから、逆に言えばワンピースの世界からは D が失われている、つまり D の一族は800年前に滅ぼされていると考え、そこからさらに検索しても出てこないエニエスロビーのエニエスという謎の単語にこちらも D という一かけらを足すとデナイス、つまり拒否。エニエスロビーとは D を拒否した玄関というイメージ。それから3年後の1085話でイム様は、現在の D は己の名の意味も知らぬ抜け殻だと言います。 D とはおそらくドーン、夜明けでしょう。世界政府の闇を倒して夜明けを生む、それが D の意志、かけらなのか。それはいわば一つな義の代表。義とは人として正しい道。 D とはかつて杯を交わした義兄弟だったのかもしれません。まるでエースやサボ、ルフィのような義兄弟であり海賊だったのかもしれません。それが D の一族、一つな義の代表。もしもそうであれば、やはり黒ひげもまた重要。3年前、相反するルフィと黒ひげの2人は世界政府を倒すために共闘するとも考えました。そしてまだワンピースはあります。それはビッグマムのセリフ。ちゃんとあるんだろうな。この国にもあるんだろう。ビッグマムはワノ国にもワンピースはあると言います。もしもビッグマムのこの考えが正しいなら、ワンピースとは古代兵器です。ワノ国には古代兵器プルトンが眠っていました。そしてワンピースとは富、名声、力です。するとプルトンとはローマの言葉で止めるもの。プルトンとは不赦、つまり富です。これが5つ目のワンピース。するとプルトンがワンピースの一つなら、残りの古代兵器もワンピースとなる。そのように考えると、古代兵器ポセイドンはおそらく名声でしょうか。名のある声と書いて名声。ポセイドンは声で海王類を操ります。富、名声、力。最後に残った古代兵器ウラヌスは力。ウラヌスとは星を散りばめるもの。イム様は五老星という星を散りばめている。しかしルフィも白い星を出す技を使い、白星や光月を散りばめている。イム様とルフィどちらもが星を散りばめているイメージはあります。ウラヌスはイム様とルフィどちらのイメージでしょうか。どちらかというとイム様関連でしょうか。3年前、イム様は宇宙から飛来したイメージだとも考えました。つまりは宇宙人のイメージ。そんな宇宙人が古代科学の結晶、悪魔の実が実る木を独占している。そして800年前に歴史を改ざんした嘘800。そのように考えると、まだ実現していないウソップの嘘。このリンゴ泥棒、逃げろ、八百屋星人だ。この嘘が実現するのか。八百屋とは800や嘘800を表す。八百屋星人とは嘘800の宇宙人。以上が現在考えられる7つのワンピースです。これらは作品の中でこれがワンピースだとは明確に明言されず、読者が読み取るタイプのワンピースなのかもしれません。しかし僕はこの7つがワンピースだと考えます。まとめましょう。1、一つなぎの代表、リオポーデグリフ。2、一つなぎの代表、オールブルー。3、一つなぎの代表、悪魔の実が実る幼樹イブ。4、一つなぎの代表 D、 それはかつての義兄弟であり海賊か。5、富、古代兵器プルトン。6、名声、古代兵器ポセイドン。7、力、古代兵器ウラヌス。これら7つがもしもワンピースなら、それはラフテルに到達した男、光月おでんの公開日誌からもわかる。世界の全てを知った空白の100年とは、 D の一族とは、古代兵器とは、これら全てがワンピースだという可能性です。ワンピースについては以上です。続いてはラフテルにまた話を戻しましょう。ラフテルのラフに続いて次にラフテルのテル、テイルの同音異義語を考えましょう。テイルの同音異義語はテイル。テイルとは尻尾です。テイルが物語で、テイルが尻尾。この尻尾からこちらの動画ではすでにクジラの尻尾のイメージだろうと考えました。こちらです。ラフテルイコール滅ぼされたある巨大な王国のかけら、ワンピース。ラフテルとはラフテール、荒々しい尻尾、クジラの尻尾。ハワイの船乗りの伝承ではクジラの尻尾を見ると幸せになれると言います。
それでは次に再びまだ実現していないウソップの嘘を考えましょう。ウソップの嘘は高確率で実現しますが、まだ実現していない嘘といえば大怪獣パイユです。大怪獣パイユの嘘とは、サンジが作った料理じゃがいものパイユをウソップは大怪獣パイユだと言いました。パイユとはフランス語で藁という意味です。藁、麦わら、いや藁の同音異義語は笑いです。そしてウソップはパイユとは大怪獣の尻尾の肉だという。つまりそれは笑いの尻尾、ラフテイル。もしもそうであればラフテルイコール大怪獣。こちらの動画ではラフテルとは巨大なクジラに飲み込まれていると考えました。大怪獣パイユイコールクジラに飲まれたラフテルなのか、巨大なクジラ、そんなものがいるとすればズニーシャのように1000年以上生きているのか、そのクジラは3つの正義の門に囲まれたタライ海流の中央の大渦の底にいると考えました。こちらです。ここで浮かび上がるのはラフテルを表すもう一つのキーワード、囚人です。ラフテルを飲み込んだクジラは世界政府によって800年間同じ位置に囚われている4つのロードポーネグリフが示すであろう座標、それはタライ海流の中央です。エニエスロビー、海軍マリンフォード、インペルダウン、3つの正義の門で脱出不可能な海域を生み出している。この海域にクジラは囚われている、そう考えます。なぜ巨大な正義の門であの海域を封鎖しているのか。その海域の中央には誰もたどり着けません。周辺のタライ海流によってたらい回しになるからです。つまり世界政府はあの海域に何かを隠していそう。しかしその海域内にもしもラフテルがあるなら魚人たちが発見しそう。それは水に沈んだ旧ワノ国を魚人のジャックが見つけたように。そのように考えると魚人が行けない海底、それは深層海流。ワンピースの謎、その真相は深層にある。604話深層へ。真相イコール真相。604話の話数の語呂合わせはロマンスドーン。4は中国語でスーと読みます。深層海流とは海の下層部にある海流で、その海流は途切れることなく世界中を旅していると言います。そして深層海流はゆっくりと海底を流れており、一度海底へ潜り込んだら次に浮上してくるのは2000年後。その海流には怪物や呪い、そして死者の魂が漂うという。それはさながらデイビー・ジョーンズの監獄。英語ではデイビー・ジョーンズ・ロッカー。この監獄ロッカーとは深海の海底のことを表す。デイビー・ジョーンズの別名は預言者ヨナ。ヨナは神に逆らい海に投げ込まれて魚に食われたと言います。つまり3つの正義の門に囲まれた海域の深海の底が監獄なのか、その監獄にクジラがいるのか。3年前ラフテルを飲み込んだクジラはさながら囚人であると考えました。その囚人を解放するのが解放の戦士ニカか。もちろん3年前解放の戦士は登場していません。解放の戦士太陽の神ニカ、モンキー・ディ・ルフィ。モンキーの同音異義語はモンキー、鍵です。それは正義の門を開けて監獄からラフテルを自由にする鍵。それがモンキーか。ルフィが正義の門を開けるのか。このヒントはルフィとは完全なる真逆の表裏一体男サンジからもわかる。サンジは前半の海で正義の門を閉じていました。それならばルフィは後半の海で正義の門を開ける。解放の戦士。ラフテルを飲み込んだクジラがタライ海流の中央、海の底の深層海流に閉じ込められているなら、それは魚人たちにも発見できません。そんなラフテルの場所はロードポーネグリフを4つ集めると地図上に浮かび上がると言います。浮かび上がる。もしかするとラフテルそのものが本当に浮かび上がる。ラフテルは深層海流の海の底で浮いている。イカダのように深海を浮遊している可能性。イカダは英語でラフトです。それではここまでの理論が正しい場合、どのように深海からラフテルを浮上させるというのか。ラフテル、島を深海から引き上げる方法はポセイドン。海王類を操れる白星姫。604話では海牛モームがカリブーの船を引いていました。これと同じように白星が海王類たちを使って深層海流の中のラフテルを引っ張って移動させる。ラフテルをラフティング。それはまるで鬼ヶ島を
桃之助が引っ張ったように、こちらの動画ではピンクの桃之助とピンクの白星は表裏一体だと考え、鬼ヶ島は移動して落ちると予想して見事的中できました。こちらです。4D 先取り説です。これは魚人島での展開はバンクハザード編、ドレスローザ編、ボールケーキ編、象編、ワノ国編を先取りしているのではないかという説ですが、この動画で僕は恨みを受け継がなかった白星姫と恨みを受け継いで仇討ちを行う桃之助は表裏一体であると考えました。ということは、魚人島に落とされたノアの箱舟を止めるルフィを白星姫が止めたなら、桃之助は逆にワノ国の花の都に落とされるかもしれない鬼ヶ島を止めてワノ国を救い、ヒーローになるのかもしれません。ここでロジャーのセリフを思い出しましょう。俺たちは早すぎたんだ。ラフテルを引き上げるために白星が必要なら、このロジャーのセリフの意味が通ります。だからロジャーはシャーリーに白星がいつ生まれるのか聞いていた。ワンピースの真相は深層海流、海の底にある。そんなラフテルとは墓場であり、ビンクスの酒とは墓参りの歌だと2年前に考えました。そのように考えていくと、やはりジョイボーイの墓がラフテルにはある。それはデイビー・ジョーンズの監獄のイメージ。かつてのニカはラフテルごと海の底へ沈められてしまった。このヒントは再び鬼ヶ島です。太陽の神ニカは浮かび上がった鬼ヶ島で復活しました。その鬼ヶ島は水の中に沈んでいます。これを真逆にすると、800年前のジョイボーイことニカはラフテルで死んで海の底に沈められてしまったと考えられる。こちらの動画ではロジャーとノーランドは真逆の表裏一体だと考えました。ノーランドが発見した黄金鏡が400年前海から空へ浮かび上がったなら、ロジャーが発見したラフテルは800年前に海の底に沈んだ。そのラフテルが地図上に浮かび上がる。その王国が文献上に浮かび上がる。笑い話が浮かび上がる。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 そして3年前に考えたテキーラウルフのアナグラムは、テキーラウルフをアナグラム変換、つまり1文字ずつ組み替えるとラフテルウキー、ラフテルウキーとなります。ラフテルウキー、浮かび上がるのだ。以上です。皆さんはどう思いましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。